どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で開発可能な機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 28R9D2 モーニングスターですね。R9D の直径の機体は予算が削減されたため、モーニングスター以降の後継機が開発されておらず、モーニングスターが R9D の直径では最終機体となっています。特徴としては、圧縮波動砲を撃つための長い砲身がコックピットの真下から伸びている点と、早い段階で開発できる機体では珍しく、シールドビットが装備可能な点が挙げられますね。搭載されているディフェンシブフォースは、近接戦闘向きのレーザーが多く、早い段階で使用可能なフォースの中では高い火力を持っています。赤のツインレーザーはバイドに反応してクロスする2本のレーザーを発射します。2本のレーザーは独立しており、先に片方だけが消えた場合は、片方のレーザーだけでも次が発射されますね。安定した火力を保つためには、レーザーが画面上に存在する時間を短くする工夫が必要となり、必然的にバイドに接近して戦うことが多くなると思います。逆に、無駄にレーザーが画面上に残っていると、次のレーザーが発射できずに隙が大きくなってしまい、バイドを処理しきれなくなって死ぬことになるという負の連鎖に陥るという危険性もあるため、戦闘時の立ち回りが結構重要なレーザーですね。青の着弾分散レーザーは、斜め方向に2発のレーザーを発射します。長弾はしないため、扱いやすいレーザーではありませんが、逆に長弾しないことによってレーザーの回転効率が非常に高くなっており、 DPS は着弾再分散レーザーよりも高くなっていますね。着弾地点にダメージエリアを形成する仕様となっていて、壁を這うようにして進んでくるバイドを処理したり、物理的な攻撃に対しての盾としても活用することが可能です。この着弾後の継続ダメージを 100% 破壊力に反映させるためには、フォースをめり込ませるくらい接近してレーザー2発分を直接撃ち込むようにして運用する必要がありますが、そもそも離れた場所からバイドを狙うことは難しいため、主に近接戦で運用することになると思います。黄色のディフェンスレーザーはバイドに反応して上下に分裂するレーザーを発射します。赤と青のレーザーがある程度固定された攻撃範囲のため、ステージによっては有効な場面もあると思いますが、水平に飛んだ後分裂して消えるまでがワンセットのディフェンスレーザーは、レーザーの回転効率が悪く、雑魚処理に向いている装備とも言えないですね。火力を出そうと思うと、レーザーの発射直後に分裂する距離まで近づく必要がありますが、そもそも上下方向への攻撃であれば、フォースショットの方が隙も少なく優秀なため、そこまでしてディフェンスレーザーを使う必要もないと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、上下に弾幕を張るタイプのフォースショットですね。一見すると攻撃範囲は狭いですが、フォースをうまく誘導することができればあまり気にはならないと思います。癖の強いディフェンシブフォースのレーザーが苦手としている部分を補ってあげるのにちょうどいいと思います。ミサイルは爆雷、誘爆ミサイルの2種類から選ぶことができます。レーザーの攻撃範囲が少し狭いため、攻撃範囲が広めの誘爆ミサイルもいいと思いますが、個人的にはミサイルの回転効率のいい爆雷の方が好きですね。波動砲はシューティングスターの圧縮波動砲を強化した圧縮波動砲2が搭載されており、単体に対してまとまったダメージを与えるには波動砲を当て続けることが必要なため、初心者は扱いに慣れるまで少し使いづらく感じるかもしれませんね。スタンダード波動砲よりも貫通性が高く、広い範囲のバイドを攻撃可能になっていますが、最後までチャージしても瞬間的な破壊力は出しづらいため、無理して最大までチャージするよりも短めにチャージして連射する方が雑魚処理はしやすくなるんじゃないかと思います。特に着弾分散レーザーを使っているときは、正面に対する攻撃能力がネックになってしまうので、この圧縮波動砲2でフォローしてあげるとバランスが取りやすくなりますね。モーニングスターは早い段階でシールドビットを使用できる数少ない機体のため、序盤で使う機体としてお勧めしたいところですが、持続型の波動砲と癖が強く扱いづらいディフェンシブフォースを搭載していることもあって、初心者の手には余る機体かもしれませんね。それでも使いこなすことができれば十分な火力を持った機体なので、序盤に開発できる機体で破壊力不足を感じる場合は、このモーニングスターを使ってみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。